2020年12月、日本のモータースポーツを支えてきた鈴鹿サーキット。レースの合間にファンを喜ばせるイベントが行われました。ご紹介いたします。2020年のインディ500ウィナー、佐藤拓磨選手、鈴鹿。インディ500で2度目の栄冠をつかんだ佐藤拓磨選手の凱旋です。本当に優勝おめでとうございます。ありがとうございます。8月に行われたレースの後、拓磨はコロナの影響ですぐには帰国がかなわず、この日初めてファンの前に立ちました。インディ500を勝って2台もね持ってきていただけるなんて、こんなに幸せなことはないです。優勝した2020年のマシン、そして2017年の優勝マシン、2台が並ぶ貴重な機会です。佐藤拓磨はなぜ偉業を達成することができたのでしょうか。2勝目の真実を解き明かします。第104回インディアナポリス500マイルレース決勝。クラッシュが起こり、イエローフラッグが振られます。イエローの間は追い越し禁止。ほぼ全車がピットに入り、新しいタイヤに交換します。91周目、いよいよレースが再開。ところが後方でスピンしている。そして激しくウォールにヒットだ。マルチクラッシュ。よく見ると2台のマシンがそれぞれ単独でスピンをして壁にぶつかっています。ピットで新しいタイヤに交換したばかりです。なぜマシンはクラッシュしたのでしょうか。スタートに関してはやっぱり一つ一番難しいのはやっぱり乱気流ですね。やはりいわゆるそのトラフィックっていうこの混んだたくさんの車がいる中で走ってると、見えない空気をこう見つけるのが見つけようがないんですよね。あれだけいると。乱気流とは高速で走るマシンの後ろに発生する複雑な空気の流れです。集団で走ることで気流はさらに乱れ、後続の車は突然ダウンフォースを失ってしまいます。路面に押し付ける力がなくなると、いくら新しいタイヤでも滑ってしまうのです。激しいクラッシュだったにもかかわらず、幸いドライバーは2人とも無事でした。こうしたアクシデントに巻き込まれないよう、拓磨は5位以内にいることをレース前に決めていました。重要な作戦の一つです。さあ、どうやらグリーンフラッグが振られるようです。長いそのイエローフラッグの最中だったんですが、ここからレースはリスタート。100周目、レースは半分が過ぎ後半に入ります。2位を走る拓磨、背後には強敵のアレクサンダー・ロッシが迫っていました。アメリカで人気の高いドライバー、アレクサンダー・ロッシ。2016年初参戦したインディ500でいきなり優勝の快挙を成し遂げます。2019年はピットで給油のミスが発生、順位を大きく落としました。しかし最後は2位でゴール。レース中に相手を威嚇するなど、その攻撃的な走りが特徴です。ホームストレート、ここでロッシが仕掛けます。
佐藤拓磨をインサイドから捉えていくのはアレクサンダー・ロッシ。ロッシが拓磨を追い抜きます。さらに若干21歳のオワードにも抜かれ、拓磨はあっという間に順位を落としてしまいます。ピンチに見えたこの場面、拓磨は冷静でした。ここで競い合うことは考えていなかったといいます。本当に俺はもう全然関わる必要がないです。強がりで言ってるのではなくて、気持ち的には少し加わりたいけど今は加わる必要なしという決断を下してるんですね。で確かにオワードはちょっと自分的にはちょっと目障りだったのでさっさと前に出たいなっていう感じはあったんですけど、でもそこも無理して抜きたくないので、彼らの様子を見てました。拓磨の余裕には理由がありました。インディ500ではコースを30周ほど走るとピットに入る必要が出てきます。主に給油をして新しいタイヤに変えるためです。ピットストップの間に走る周回のことをスティントと呼びます。このスティントの前半はタイヤが新しくグリップ力があります。逆にスティントの後半はタイヤが熱を持ち摩耗してスピードが落ちてきます。左が新しいタイヤ、右側が使い終わったタイヤです。摩擦の熱で表面のゴムが溶けた状態。路面でのグリップが効かないためマシンはスピードを出すことができなくなるのです。全てのスティントでやっぱり後半みんなペースが垂れるんですね。そこで僕は全く垂れないの分かっていたので、それを何回もやると、これはたまたまこのスティントがそうだったんではなくて、自分が今やろうとしていることっていうのが周りと明らかに違うっていうのが実感するんですね。そうするとワードを抜く必要ないんですよ。もう後で抜けるのが分かってくるので。拓磨は予選3位最前列を獲得した走り方、つまり周回を重ねてもスピードが落ちにくいマシンのセッティングに自信を持っていました。コックピットにある装置を使いタイヤにかかる荷重のバランスを調整します。さらにピットインの際にウイングを修正します。それはこちらのレバーを使って、右にですね時計回しに回すとフロントウイングが立つという、つまり、グリップが上がるという、フロントグリップが上がる方向ですね。ウイングの角度を変更し地面にマシンを押し付ける力、ダウンフォースを最適な状態にします。拓磨のレース前半の走りです。スティントの前半で順位が落ちても後半に必ず上位まで巻き返しています。つまりスティント後半でも速い車になっていることを示しています。次のピットに入る前に必ず追い抜ける、その自信が冷静なドライビングにつながっていたのです。1周目から先頭を走りレースをリードしてきたのはスコット・ディクソン。インディ500の優勝経験があり、インディカーシリーズでは5回の年間チャンピオンを獲得。王者のディクソンは拓磨を警戒していました。Takuma always pushes to the max, man. So I'm looking forward to racing with Taku. I don't know. We just got to keep it clean for the first few laps, man. We'll get in line and then race it out later. But excited to be on the front row with Taku and Marco. そしてリードチェンジだ。リードチェンジになります。アレクサンダー・ロッシがここでレースを折り返しを過ぎたところでトップ浮上です。ロッシがディクソンを抜いてトップに立ちます。展開早いですね。早いですね。ロッシはね、1回とりあえず前に出とこうと。でディクソンに関しては、そろそろちょっと調整に入るんだというような、多分ねそれぞれ心理戦ですよね。だからこの辺は拓磨も含めてみんな心理戦を今やってるところなんで。再びディクソンが抜き返し先頭に。ところが
さらにロッシが激しく先頭を交代する走りが繰り返されたのです。一体どういうことなのでしょうか。元 F1 ドライバーでインディ500を走った経験もある中野真司。一つにはやっぱり燃費をできるだけセーブしたいっていうのがあって、その燃費走行しながらペースをもう落とさないように相手のスリップも使ってっていうような、まあでもドライバー的には本当にこれはもう燃費のコントロールと本当こう自分たちの動き、マシンの状況を確認するための相手のマシンの実力というか、今持ってる現状のこう能力みたいなのを見極めるためにもお互いがもうあえて抜きつ抜かれつっていうようなことをやっている状況ですよね。燃料を節約する走り、燃費のコントロールについてはレース後にディクソン本人も認めています。I think even when Rossi and I were actually trying to work together, because I think we were trying to do it on 2 stops or 3 stops, whatever the remainder was at that point. The problem is when you lead and you start to lean out, but we did try to spread it out a little bit and work together well for a period there. つまりリードを譲ることで相手のスリップストリームを利用して空気抵抗を減らし燃費を稼ぐことができます。それをディクソンとロッシはあうんの呼吸で繰り返し、互いに燃料の消費を抑える作戦でした。一方のタクマはオワードの後ろについてスリップストリームを使い、やはり燃費を抑えていたのです。さらにタクマにはもう一つ狙いがありました。そうやって彼らはどのタイミングで抜いてどのタイミングで行かせるかっていうのをこう勉強してるんですけど、でもそれをやってしまうと一番大事な局面でも走り方が見破られてしまうので、ある意味こう経験値は上がるけど不利でもあるんですね。自分の方が優位に立てている状態っていうのを彼らが感じてしまうと、それに近いものを彼らのピットストップで調整をしてくる可能性があるので、そこは見せたくなかったという意味で爪を隠したような走り方に結果なったということですね。115周目、タクマの読み通り前を走るオワードはスティント後半でスピードが落ちてきました。タクマは楽々と抜き返します。3位に浮上。上位の3台はレースの終盤に向けてお互いを牽制しながら周回を重ねていました。しかしその均衡が突然崩れます。アクシデント、パローか。カーナンバー55番のアレックス・パローだ。単独で走っていたバランス崩しましたね。これは相当痛いクラッシュですね。インパクトは大きい。初参戦のルーキーアレックス・パローがクラッシュ。前のピットからすでに33周を過ぎ、タイヤがすり減り限界に達していたのです。イエローフラッグが振られたタイミングでタクマとライバルたちは摩耗したタイヤを交換するため一斉にピットへ向かいます。ここで想定外のアクシデントがタクマを襲います。タクマピットイン。メカニックたちが素早いピット作業で送り出します。万全のピットアウトのはずでした。当たってしまった。アレクサンダー・ロッシと今当たりましたね。ピットロード、これタクマ結構当たってますね。左のフロントタイヤ右側からも来てたんで、タクマ選手行き場所はなかったんですよね。ちょっとタイミングが悪かったんですけど、タクマのピットを見守っていたチーフエンジニアのエディ・ジョーンズ。衝突の瞬間を鮮明に覚えています。
Obviously, our hearts all stopped. We thought this could be the end, but well, this is Indy, and you know, races can end very suddenly, and that was one of those occasions. To be honest, I don't blame Rossi because his team release him and off he goes. ロッシのピットクルーの動きに注目しましょう。一番左のクルーが合図を出し、それを受けてロッシがスタートしていきます。あれは自分でもダメージを受けた可能性がすごく高いと思ったので、全く無傷だったっていうのは本当に信じられないぐらい奇跡のような状況ですけど、でもやっぱり当たり方ってあるんですね。だいぶ当たってるので熟知してるんですけど、自分があの時とっさに、行った行動というのは、そのロッシ選手と当たる時に、タイヤと彼の、ボディ接触する部分が平行になるように、ステアリングをコントロールしちゃって、ブレーキも直前まではロックしてダメージを落としつつも、当たる瞬間はブレーキをリリースしてます。マシンの大きなタイヤを支えるアームは合金や炭素繊維で作られており頑丈です。しかしドライバーのステアリングに直結する部分は細かい部品が入り組んでいます。もしマシン同士の衝突で部品が歪んだり折れたりすればハンドル操作ができなくなります。またブレーキをロックしたまま衝突すればブレーキ機構にも大きな痛手となります。半分以上生むんですね。でもそのラッキーな領域に入れたっていうのは確かに自分で導かなければそうはならなかったですね。ノーアタックノーチャンス、攻める走りが得意の拓磨。しかしこの時はリスクを最小限に抑える守りの運転技術が自らを救いました。どうやらアレキサンダー・ロシ列の一番後ろに、これですね。ロシとチームは危険行為を行ったということでペナルティーを受け最下位へ沈みます。今度またジェスチャーというか、ペース上げろって怒ってますね。もう俺一番後ろなんだから早く前に追いつけという何かいろいろ起こってるんですね。それまで優勝圏内にいたロシ、最後方から凄まじいアタックを仕掛けます。さあそしてこちらは怒涛の追い上げを展開している今アレキサンダー・ロシ、ものすごいタービュランスの中をいとも簡単に、何ですかこのオーバーテイク。すごい勢いだな。佐藤拓磨がレイホールを捉える、軽々とターン1で2番手に上がりました。佐藤拓磨2位浮上です。143周目、ロッシの勢いが止まります。じゃあロッシだ、アレクサンダー・ロッシクラッシュ。ロッシはピットでのミスによって先頭グループから最下位へ、さらに早く追い上げようとして最終的にはリタイア。優勝経験者でも苦しむインディ500を勝つ難しさです。ロッシとは対照的に冷静な拓磨のドライビングは多くのレース関係者を驚かせていました。実はこれまでの拓磨こそ攻撃的な走りで知られていたからです。拓磨がインディーカーシリーズに初参戦したのは2010年。数年間は苦戦に次ぐ苦戦、クラッシュによるリタイアも数多い状態でした。予選でマシンをクラッシュさせてしまい
クルーを唖然とさせたこともありました。攻めすぎは勝てないよとスタッフが思わず本音を漏らします。成績不振で苛立ち、ヘルメットも脱がずカメラに背を向けてしまうこともありました。I think one thing that, you know, what you see from Takuma is he gives it 100% all the time when he's in the car, and that's a good thing, but it's also, I think, has gotten himself in trouble as well, where he would sometimes go beyond what the car is capable of doing, and, you know, he would get himself in trouble. 結局16年までっていうのは全力なんですね。全ての周回で、全ての周回の全てのバトルで全力なんです。なんだけどやっぱりそれですと余裕もないですし、やっぱりリスクを負っている状態ですから、何かあった時に対応できなくて、リタイアに追い込まれたりうまくいかずに失敗したりっていうことがこう繰り返しの状態なんですけど、17年の体制と勝利を境にやっぱり走らせ方が変わったと思います。2017年、拓磨は日本人として初めてインディ500を制するという栄誉に輝きました。拓磨は失敗を積み重ね優勝を経験したことで、これまでの自分に足りなかったものを強く意識するようになります。本当に経験の時っていうのは自分は速いと思ってるし、求められてるドライバーだと思ってそこに行くわけですから、必要とされて必要なものがあるんだから、そっちも全力でものを作ってくれっていうのは普通の考え方ですよね。そこに若気の至りじゃないですけども、自分がすごくて当たり前って思ってるのが、アスリートですから基本的には。だからその周りも協力してくれと。そうなるとそこにいること自体が当たり前だと思ってしまうけども、よく考えたらとんでもないことで、そのね下というか見えないところには何十何百人何千人っていう人たちがこう支えてくれてるわけですね。でそこはもちろん感謝の気持ちはあります。20代でも。でも本当の意味では分かってないと思いますね。で自分もやっぱり気づくのはどんどん後になってからですね。本当にたくさんの人のサポートがあってできてるんだなっていうのは、なんか本当の意味でこうなんか理解したような気がしますね。2018年、拓磨は優勝したチームから別のチームに移籍します。レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング。チーム監督のボビー・レイホール、ドライバーとしてインディ500の優勝経験があります。I think he matured a lot this last year or two, and you know, we saw it in his best year ever for sure. You know, and he's a racer. You know, he never gives up in the car. You know, he's always trying hard. 2012年、拓磨がラスト1周でトップを狙い、アタックを仕掛けてクラッシュ。クルーを落胆させてしまったあのチームです。チャンスを与えてくれたチームのために勝利を捧げたい。そして必ず借りを返す。拓磨は強い決意を持って今回のレースに臨んでいました。さあ近づいてきたスコット・ディクソンに近づいてきた佐藤拓磨、その差はコンマ3秒。優勝争いは2台のマシンに絞られました。1位のディクソンは100周以上先頭を走ってきました。2位の拓磨はタイヤの摩耗を抑え、安定した速さで力を温存しています。157周目、ディクソンとの一騎打ち、ついに拓磨が仕掛けます。さあ佐藤拓磨が並んでいった。そして
ここでトップに躍り出ました。周回数158周目、佐藤拓磨ついにトップ浮上。さらにスコット・ディクソンをみるみる引き離す、みるみる引き離す、ものすごい引き離していきます。トップ走ってみようと思いました。でトップ走ることによって、自分が実際そのラストスティントは最後やっぱトップ走りたいわけですから、トップ走った時にのハンドリングですよね。それからパワーベストで走った時の、燃費計算をしたかった。でしかもそれがピットストップまであったよ10何周っていうところですよね。でそこで、タイヤの摩耗も促進してますから、その状態でディクソンと勝負になるかどうかっていうのを見たかった。ところがディクソンは抜き返してきません。拓磨の後ろ、様子を伺うようについてきます。どういうことでしょうか。もうこれは見ればすぐ分かります。彼は単純に動かなかっただけです。動けないのではなくて動かない。でなんでかというと、彼はそこまでずっと先頭を走ってきて、燃費的に非常に不利だったんですね。でついてきて、燃料をセーブしているのが僕も分かりました。ピットストップで素早く補給される燃料。マシンの燃料タンクは70リットルと容量が決められていますが、30周ほどの周回でほぼ使い切ってしまいます。レース終盤、ディクソンと拓磨はお互いに燃費を抑えながら相手より速く走る競い合いを展開していきます。インディカーのエンジンは燃費を抑えることができる特殊な技術を採用しています。空気と燃料を混合し燃焼させて、その力でピストンを動かして回転運動に変える。この仕組みは一般のエンジンと同じです。しかしインディカーの燃料は主に植物から作られるバイオエタノール。ガソリンに比べて燃焼パワーが劣ります。そこでバイオエタノールの欠点を補うため、燃料を2つの場所から絶妙なタイミングで噴射することで最大のパワーを発生させています。まず空気の取り込み口で燃料を噴射。バイオエタノールが蒸発する効果をうまく生かして、より多くの空気をシリンダーへ送り込みます。続いてシリンダーの中で直接燃料を噴射。空気が十分入って圧縮されたところで点火するのです。So with that, we're also able to reduce the amount of fuel that we put in to mix with the air. So this is how we can conserve fuel. So the engine power will be reduced slightly, but with that we're able to go slightly further between pit stops, and that can give us a competitive advantage. Roughly how much different is the top power mode and the least one? If you can't say, can you or not? Like how many? No, we wouldn't. Okay. Maybe you know that. This might be my last day at HPD. So. 燃料の混合比はドライバーがレース中に手元で変更できるようになっています。ミクシャーの変更は実はここでやるんですけれども、この後ろのですね、指を使ってダイヤルを回していくですね。1、2、3、4、5、7、8とナンバーが大きくなれば、それだけ燃料セーブしていくということですね。拓磨のマシンではダイヤル2がフルパワー、全力で速く走る設定。そして3と4が燃料を節約するモードです。拓磨が入った。佐藤拓磨が先に動いた。168周目、拓磨が最後の燃料補給のためピットイン。しかしディクソンは入りません。どれぐらいのピットストップでいけるか。チームのメカニックはいい仕事をしてほしい。そしてフロントフラップは変えない。フロントの今レバーは変えませんでした。この時ウイングの角度は変えていません。微調整を繰り返し、すでにマシンを万全の状態に仕上げていました。
そしてディクソンは次の周回でピットイン。これガチですね。ガチ勝負です、ここから。さあ最後は最後、スコット・ディクソンとそして佐藤拓磨のスピード勝負になりそうです。スコット・ディクソンもここはノーミスで出てほしい。ちょっと燃料を入れてる量が多かったように見えました。さあ佐藤拓磨がこの後帰ってきますがどうか。スコット・ディクソンが今ピットアウトをしてくるが、佐藤拓磨は後ろからやってくるか。いや佐藤拓磨が来た、佐藤拓磨が来た。しかしスコット・ディクソンが前だ。スコット・ディクソンが前で行く。トップはスコット・ディクソン。ディクソンのピット作業は早く、拓磨は再びトップの座を奪われてしまいます。ディクソンは僕の後ろに入ることで、燃料をね、セーブすることができて、一周長くストレッチすることができましたね。そうなると最後は盤石の体勢で送り出したと。つまり30号車の、僕らよりも1周分の燃料を持っているので、これほど優位に立てることはないですね。残り29周、ここで拓磨はレース最速のスピードを出しディクソンを追いかけます。燃料モードはダイヤル2、全力で加速できる状態。そして拓磨はディクソンが動揺する走りを仕掛けます。この時にじゃあ抜けるのかっていう話になってくるんですね。あとは精神的な戦いです。やっぱりディクソンとしてみれば、僕がミラーに映った瞬間に抜かれるっていうのを前のスティントで経験しているので、いくらディクソンといえどもやっぱり怖いはずなんですよ。逆だったら僕も怖いです、そんなやつが来たら。で同じ状況、つまりディクソンとしては完璧に抜かれない状況に近いわけじゃないですか。だって燃料もパワーベストでいけるしニュータイヤなんだから。それでも抜かれたらどう思うだろうかと。で抜かないわけにいかないですね、そしたらね。なので僕はもう勢いを乗せたまま追いついてワンテンポを置くんじゃなくて、もう追いついた瞬間に抜いちゃったんですよ。これはもう一騎打ちですね。完全に佐藤拓磨とスコット・ディクソンの今この距離、順位上は現在は今3番手4番手の争いですが、サイドバイサイドだ、サイドバイサイド、スコット・ディクソンをアウトサイドから捉えた佐藤拓磨、ディクソンの前に出ました。もう圧倒的に俺は速いんだぞというのを見せたかった。本当はそんなことないんですよ。一周だけを考えたらだってチップガラシのマシンの方が速いわけだから。でも見かけ上そういうことができるので僕はそれをやったんですね。ピットで作戦を練るのがチーフエンジニアのエディ。作戦の指示を無線で拓磨に伝える役目がクルーチーフのデレック。3人の間で緊迫したやり取りが続いていました。We chose to pass him with, I think it was 28 laps to go. So we passed him and just established the lead, and then we gave Takuma a fuel number to make, so he turns his mixture and he hits a target that we give him. 本当は自分の理想ではあのままパワーベストにしてミックス2のままずっと逃げたかったんですよ。でもピットが間髪入れずにすぐ燃料を持たせろっていう来ちゃって、それでちょっとした言い合いになってますよね。You know, he doesn't know everything that's going on as far as the big picture. He just knows what's going on in his cockpit. So he wants to go. He wants to go, go, go. And we were just trying to hold him back for about 14 laps, trying to save fuel for 14 laps. Because then on the last 15 laps of the stint or whatever, it'd be full power. He can go as hard as he wants. So I just kept reiterating that to him, just saying, just defend him as best you can. Defend him. If you have to go full rich to keep Dixon behind you, you do it. すごい嫌でしたね。後ろから追いかけられてるのに、なんで燃費走法なんかしなきゃいけないんだと。でもよくよく考えれば燃料これは持たないわなっていうのは自分で分かっていたので。でやっぱりそれでペースがガクンと落ちました。でそのガクンと落ちた瞬間にディクソンが追いついてきているので、やられるかなと思ったら、うわスコット・ディクソン来た、スコット・ディクソン来た、スコット・ディクソンが今並ぼうとテールトゥーノーズ来ました。
拓磨はディクソンの追い抜きをギリギリで防ぎます。瞬時にフルパワーが出るダイヤル2にしてしのいだのです。燃料がないはずなのに加速して逃げる拓磨の速さにディクソンは混乱していたといいます。I don't know, with fuel mileage there, I really can't see how they were going to make it. You know, we pitted a lap later, and the numbers we had to get, you know, was going to be extremely difficult. And I think they even hesitated one of the times on straight when I pulled beside them. I think they were trying to figure out whether they just save fuel and try and get to the end. And then they just decided to go. 一方、拓磨のピットからも燃費についての指示が矢継ぎ早に出されていました。We're all the time predicting the fuel needed and how much to use to make it to the end. So at this stage, with about 15 or so laps to go, we felt confident that whereas we were still going to have to save some fuel, we were going to have a few laps at the end where we could be full power and defend our position. 戻してます。ものすごい変えてますね。2、3、4と3つのミクスチャーを一瞬の中で変えたりしてます。ディクソンよりピットに一周早く入った拓磨。燃料的には明らかに不利。しかしチームには燃費を稼ぐ作戦がありました。We then predicted at our pace, we were going to catch the next group of cars with about 8 laps to go. And we knew that once we started to tow up on that group and catch them, that our fuel economy would improve dramatically. With that prediction, we knew that we were fine for the end of the race, that we weren't going to have a fuel problem, and that we were going to be Dixon, we were going to beat him. インディ500のオーバルコースは1周およそ40秒です。エディはレース終盤に拓磨が周回遅れの車に追いつくことを計算に入れていたのです。佐藤拓磨の前には3台の周回遅れバックマーカーがいます。さあ残り周回は9周。エディが予想した通り周回遅れの車が前に現れます。現在トップ佐藤拓磨、2回目のビクトリーサークルへ。前のマシンにピタリとつけた拓磨、空気抵抗を減らすスリップストリームを利用して燃費を稼ぎます。そしてタイミングを見て追い抜きます。どうだどうだ、アウトサイドにいた TK を捉える、トニーカナーを捉えた。拓磨はディクソンとの間に周回遅れの車を挟むことに成功。佐藤拓磨も同じように苦しいとは思いますが、少しディクソンの方がまだ苦しさが上ということですね。はい、そうですね。5ラップス2号です。佐藤拓磨今壁ギリギリだった。佐藤拓磨今壁ギリギリ、アウトサイドターン1からターン2ギリギリ。燃料の節約に成功した拓磨は最後全力でアタックを行います。ディクソンを引き離し差が1秒以上開いたその時でした。クラッシュ誰だ。ピゴーだ。残り5周でイエローポーション。激しい衝突で心配されたドライバーは無事。イエローフラッグが振られます。追い越し禁止のルールでディクソンは拓磨より前に出られません。第104回インディ500、2回目の優勝を佐藤拓磨が今チェッカーを受けて達成しました。優勝は佐藤拓磨。やった。2012年ラスト1周のアタックが失敗し勝利を逃したチーム、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング。拓磨とチーム
8年を超えて悔しさを晴らす悲願達成です。マシンは今回新たに設けられた特別な表彰台へ登っていきます。Takuma Sato, the 2020 winner of the Indianapolis 500. 30万人の大歓声はありませんが、それに負けない喜びの声が会場に響き渡ります。インディ500で表彰されるのは優勝者だけ。勝者が伝統のミルクを飲む2回目です。真っ先に抱き合ったのはラニガン。表彰台に上げる約束を果たしました。The first thing he told me when we were on the podium, he says, "I got your win for you, Mike." So he's just it was a fabulous moment, and Takuma that's the type of guy Takuma is. God bless you, my friend. Thank you very much. Thank you. Hell of a job. Hell of a job. Oh my God. 無線でやり合ったデレックの姿も。Yeah, it was pretty unbelievable. It was the first win for a lot of us. A few of them have already won it, before, but a lot of us, like myself, it was the first time ever. And, with the whole COVID thing and things like that, it was a little bit different, but it didn't take away any of the satisfaction. そしてチーム監督のボビー・レイホール。I've never felt like he owed us something, because of that. But I guess he did. And so you've got to be happy about the fact that, while we were so close to that then, we finally did it now. He kept telling me before he's happy for himself, he was happy for you. Yeah. No, I think that's Takuma. Yeah, I think that's just the way he is. Yeah. This is unbelievable. Entire Reiho Letterman Lanigan team, Panasonic people already, Honda did a hell of a job. HPD, Honda, give us a lot of power, a lot of fuel mileage. And the 30 boys, and Eddie, my engineer, family and sacrifice a lot. But, here, Steven Su is my American family, should be happy with that. And Bobby, Mike Lanigan, David Letterman. I can't thank enough for all the people. And thank you for a lot of support. 本当落ち着いたレース展開で、いつものちょっとタクマと違うレース展開で、もう随所で本当にここ行くのかな、いやでもちゃんと抑えてるのにちゃんと理由があって、抑えることで相手の力量を見極めて、で自分が無理しないことでタイヤをいたわって燃費を計算してっていうことで、もう全てをコントロールできていたんで、そこもだからもう全てがつながっているんですよね。一つじゃなくて、43歳になったタクマが、この年齢になっても実際にインディ500で勝ってみせて体現しているっていうのは本当に素晴らしいことだし、見てる側としては変わったよなってこの年齢になって人間って本当に成長するんだなって。成長すればおこがましい、申し訳ないけど僕が言うのがどうなんでしょうね。本人どう思ってるんでしょうね。嬉しいなんて答えたいんだこれ。ご自身はその成長っていう実感はありますか？あります。毎回ですね、毎回車乗るたびに本当に車乗るたび、セッションを走るたびに何か新しいことを学んで、自分自身がそのドライバーとして成長しているという実感はあります。ようやく追いついた感じですかねだからあれなんですよ、うまくいかないんですよ。僕がやることは結構うまくいかないんですよ。すごい失敗が多いので、その中で学んでいくっていう感じですかね。だからいまだに進化しているっていうふうに多分自分でも感じられるんだと思います。三重県鈴鹿市、かつてタクマが所属した鈴鹿サーキットレーシングスクールです。11歳以上の子どもたちがここでレースの運転技術を学んでいます。タクマが到着しました。2019年からこのスクールの校長を務めています。
帰国できなかった間も拓磨は講師陣から子どもたちの成長ぶりを聞いていました。直哉はどうかな、2年目。直哉もだいぶペースは上がってきた。今日はね、1日だけになっちゃうんですけども、みんなの元気のいい走りを期待してますので、たくさん挑戦してね、行き過ぎて失敗することもあるかもしれないけど、その失敗からその自分の課題を見つけて克服して次につなげるという、そういつも通りの走りをしてください。では、はい、よろしくお願いします。お願いします。この場所は拓磨にとってドライバー人生の原点です。子どもたちの走りを温かく見つめます。S 字で真後ろに行ったら多分音で分かってるんだけど、シャローに入ってるからこう抜けちゃうのは分かるんだけど、そこちょっと我慢して内側で立ち上がる。常にこうコントン。生徒たち一人一人に自らの失敗の経験を踏まえて丁寧にアドバイスをします。上位の成績の2人にはフォーミュラタイプのマシンで実践指導を行います。それはかつての拓磨の姿に重なります。20歳の時、大学を中退して飛び込んだ鈴鹿サーキットレーシングスクール。レース経験なし、年齢制限ギリギリの入学でした。この先ね、いくつも階段があると思うんですけど、それを全部一番で上がっていかなければ当然最後の目標にはいけないわけで、世界一になりたい、その夢のために走り続けてきました。2度の優勝を果たした佐藤拓磨43歳。これからどこへ向かうのでしょうか。年齢ですか。あんまり気にしなくていいと思います。限界したくない。自分がだからなんかこう足りない、進化が止まってしまったとか、モチベーションとか緊張感がないとかってなってきたら、多分その時はもうステアリングを置く時だと思うので、無理して乗ることは絶対ないですね。次の世代もすごく楽しみにしているので、むしろ彼らどんどん上がってきて、とっとと自分のシートを取ってほしいですし、でもレースを走れるっていう環境をねいただいているので、ここはもう最大限頑張りたいですし、その後というのはもう2021年以下で大きく変わると思いますから、まずは今を全力で走ります。